結果的にこんな素晴らしい未来を呼び込めるって出てますよ。戻ってきてほしいっていうのがなんかね、すごくありますね。なんでしょうか。これだともうハッピーエンドなんですけどね、これが逆位置なので、まだまだこれからっていうのも一つあります。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレイコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるっていうことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。はい、それでは双子座の皆さん、出していきましょう。はい、入りましたかね。はい、このように出ました。それでは開けていきましょう。はい。なるほど。ムーン。そして、はい、ペンタクル。こちら。はい、素敵なカードが出てますね。この先の位置にこんなソウルメイトカードっていうふうにも言えるカップの2が出てますよ。それからこちら、はい、ワンドのキングか。それからはい、カップの10ですね。そして、はい、ハーミット。ラバーズ逆位置。なるほど。はい、それではお伝えしていきましょう。はい。現状からいきましょう。ソード7逆位置っていうのが現状で出てます。はい、これはすごくうまくやれてるカードですね。逆位置、さらに容量がいいというか、うまくやれてる。その一言かな。はい。というのは、もう始まってるんですよね。充電完了でスタートしていて、そこに合わせていくっていう感じもあるし、なんでしょうね。皆様様々なことされていらっしゃると思うので、ちょっと抽象的な言い方になりますが、もう始まっていて、それにうまく合わせていく、そんな様子がございます。それを伝えてくれてますね。そしてこの後すっごいいいカード来てますよ。これは近い未来に当たるんですが、カップの2正位置。おめでとうございますですね。カップル成立みたいなカードです。人じゃなくても自分にぴったりとしたものに会えるっていうカードが来てます。この先近い未来です。ここに向かってもしかしたら、今月っていうのは、整えていく時なのかなと思います。整えていく時。それから今月は選択を迫られるかもしれないですね。ちょっと優柔不断になりがちとか、なんだか行動できないなっていうところが少しネックになりそうですが、そうだな、選択っていうところが感じられます。はい。そしてここ、ザ・ムーン、月のカードが正位置で出てますね。で、なんとこちらも月が出てます。わかりますでしょうか？それでちょっとシンクロだなと思ったのが、今これ撮ってるのが9月18日満月の時なんですね。月が出たなっていうふうに思ってちょっと嬉しいです。はい。
それからこのカード、そうだな、これ結構ね、今回、やはりこのムーンというカードが、なかなかいろんなことを伝えてくれているんですよ。で、この世界観としてはですね、月なので、月っていう天体は自分で光を出してるんじゃなくて、太陽からの光を受けて光ってるんですね。女性性のエネルギーってもいう言い方もしますけれども、逆に太陽は自分でこう光出してますよね。だけどこれは光を受けて光ってるというところ、それがかなりこの世界観に重要な意味を持たせてます。なので実体がないとかですね、妄想、想像が膨らみやすい。そういった時ですね。そういった時でもあるんですね。だから自分が意識向けた方向のものがすごく広がっちゃう。実体ないけど広がっちゃうっていうところもあります。なので、このカードが出る時にお伝えするのが、心配とか不安とか、ネガティブなものを膨らませない方がいいです。膨らんじゃうから。それをね、お伝えします。だけど、使い方によってはものすごくね、素敵なものが仕上がるんですよ。クリエイティブな活動をしている方は、すごくいい作品ができたり、それから、活動じゃなくても、なんでしょうね。なんか豊かさ、心の豊かさがものすごく広がりやすい時なんですね。すごい感動できたりとか。だからそういったいい方向に拡大させていく力があるので、そういったエネルギーが宿るので、その感動とか心の豊かさとか、満たされてる感覚とか、ポジティブなものとかね、そういうことを膨らませていくととてもいいと思います。なんかいい味わいっていう感じなんですね。本当に秋の夜長というか、いろんなことを豊かに味わえる時なんですよ。なのでそういった意味で、この感情感性みたいなところでしょうかね。それを大事にしていただけたらなと思います。とはいえね、なんかこう心配、不安、膨らんじゃうんだよなっていう人もいると思います。そういった時に、このペンタクルスのクイーンが伝えてくれてることがあるんですね。これは潜在意識を表します。気がついてなくて自分の中にこう深いところにある意識、それを伝えてくれてるカードなんですが、ペンタクルスのクイーン逆字なんですね。だから何かね、手放せないでいることがあるのかもしれないですね。思い癖、なんかいつもこうやっちゃうからこうなっちゃうんだよねっていうとこだったりね。なんかありそうです。そこを掘っていくと良さそう。例えば、なんだか前を向けない時っていうのがあったとして、それなんでかなっていうのを外側に求めるより、自分の内側に求めると、そこにね、なんかね、原因があるかも。原因を見つけられそうです。そしてそれを手放す、変えていくっていうことができそう。なんかこうね、なんかありそう。それをこう動かしていく、格好にしていくと、見えてくる現実が変わってくるんですね。自分の心の向きを変えることができる。あなたの潜在意識にアクセスすることによって、見えている現実、それを変えていくことができる時なんですね。こんな風に心をうまく上手に使っていける時でもあります。それがこの今月の特徴ですね。はい、すっごいね、心ってきてますよ。双子座さん自身の心、自分の中を見ていくっていうことで、すごく充実した1ヶ月を送れるんじゃないかなと思います。それからこっちに出てる月の話をしますね。はい、シンクロでございますが。カップ8の逆位置です。これ逆位置の方が、いいとされてる、いわゆるいいとされてるカードなんですね。願望、希望。なんか戻ってきてほしいなって思ってますかね。誰かに戻ってきてほしい。何かに戻ってきてほしい。あの頃に戻りたいとかね。そんな意味もあります。これ正位置だと向こう側に行っちゃうよっていうカードなんですが、逆位置だと戻ってくる。これ好転するっていうこともあるんですね。なので幸せ感とか充実感とか心が満たされていること、それをやっぱりすごく求めていらっしゃるんじゃないかなって思います。こう幸せでいたい、満たされていたいっていう思いが強くなりそうです。で、言いましたように、もう一つの捉え方として言いますと、戻ってきてほしいっていうのがなんかね、すごくありますね。何でしょうか。
元々の自分に戻ってきてほしいっていう人もいるかも。で、同時にこれっていうのはやっぱりね、こちらで言ったように、ご自分の心の中を見ていくっていう、自分を見るっていう意味のあるカードでもあるんですね。なんで、これもそうだな。このカードもそうだ。外を見るっていうより、人を見るっていうより自分を見るなんですね、今回。はい、そんなメッセージが来ておりますので、活用していただければなと思います。それから、ここにないものに惹かれたりしそう。憧れっていう感じもするな。なんかね、今目の前にないものに気持ちが惹かれたりしそうです。でもそれも素敵なこととして捉えて、ご自分の充実、心の豊かさにつなげていただけるといいんじゃないかなと思います。今月は心を満たしたいって思いが、すごくありそうなんですよね。はい、ではこちらに行きましょう。今月のあなた様自身、ペンタクルスの6の逆位置です。これは与えるカードの逆位置です。だから、なんか自分だけ損してるって思っちゃったりするかも。なんか自分だけ損してんじゃないのって思ったりとか、帳尻合わないなとか、ギブしてばっかりって思うかもしれない。それが出てます。一方、周りの人、周りの状況が、なんとワンドのキングの逆位置か。はい。ってことは、もしかしたらね、なんかわがままな、めんどくさい人がいるかも。それを表すカードでもあります。だから、自分勝手な上司がいるとかね、そういったことも表すカードですね。どっちにしても、周りの人を見て、ちょっと自分損してんじゃないのって思っちゃうかも。だけど、このカードが伝えてくれてるメッセージの一つとしてお伝えをしますと、損してるって思うと出したくなくなっちゃうじゃないですか。出したくなくなっちゃう。だけど、そういう時ほどギブをしていくと、結果的に自分が得をするっていうカードなんですね。締めちゃうより出していくっていう形にすると、ギブをしていく、与えていくっていう格好にすると、巡り巡ってあなたにいいことがあるよっていうカードなんですね。なので、ちょっと心広く受け止めていただくといいんじゃないかなって思います。はい。ちょっとめんどくさい人がいるかもね、周りに。そして、それから、周りがやっぱりちょっと気になっちゃうかもしれないですね。このムーンが、健在意識に出てますので、自分の中を見るのが今月は大正解なんですが、ちょっと周りが気になっちゃうかも。と出ております。相手が相手の自分っていうふうに考えたりしそうですね。自分軸っていう形で自分中心に見ていただけるとすごくいいんじゃないかなと思いますが、少し気になるところもあるかも。そのように出てます。それからこのね、順番にいきますと、先ほどもお伝えしましたが、このカードが出てますね。今月のあなた様の願望希望です。愛だとか感情の満たされている状態だとかね、幸せ、愛、ハッピー、目に見えないこの満たされた感じっていうのを求めている方が多そうです。でこれさっき言いましたね。そうだ、戻ってきてほしいとか、またあの気持ちを味わいたいとかね、そういったところが今月のあなた様の願望として出てます。それから、この月っていうカードも実体がないという意味合いもあるんですね。今ないものに心が惹かれるっていうカードでもあります。こっちもそうなんですね。ご自身の願望としても今ここにないものに心が惹かれるっていうところが出ています。なので逆を言うと、今あるものに対してちょっと目を向けてあげるといいんじゃないかなっていうのがこのカードですね。もしかしたら今恵まれていること、今目の前にある幸せ、それを見逃しているかもしれないよっていうカードが出てます。ね、何か受け取っていただければなと思います。それからちょっと戻りますけど、諦めたくないって思いもあるんですよね。なんかね、皆様は様々な状況におられると思うので、ちょっと当てはめるのが難しいんですが、諦めたくないっていうカードでもあります。幸せでいたい、ハッピーでいたい、戻ってきてほしい。
そんなところが願望として出ております。それから今月の最終結果、このカードでございます。カップの10ですね。これ逆位置なんですね。逆位置は逆位置でまた素敵な大事な意味がございます。これだともうハッピーエンドなんですけどね。これが逆位置なので、まだまだこれからっていうのも一つあります。それからもう一つね、ちょっと反対のことを言っているようですが、何かでもし物足りなさっていうのがあったとしたら、目標が高すぎるのかもっていうのが一つメッセージです。目標が高すぎるのかも。それから、さっきも言いましたけど、今恵まれているものに目が向いてないのかも。このカードは今恵まれていること、それから今目の前にある幸せっていうのもあるよねっていうことですね。それを伝えてくれてます。そこに気がついていく方も多いかもしれないです。それからこの先とかですね、過去に目が向きやすかったりするのかなっていうのはちょっと感じられますね。今じゃなくて過去だったり未来に気持ちがいっちゃうっていうのもありそう。だからこそなんですが、今を大事にと伝えてくれてます。そしてそれをね、自分で気がつけるっていうのも今月の素敵なところです。今にも素敵なものがあったっていうふうに気がつける。今を楽しんでってこのカードを伝えてくれてますよ。それから一緒に出しましたのがハーミット。これも素敵なカードなんですよね。この2枚で読んでお伝えをすると、例えば今いる場所、これ、家族のカードでもあるんですがね、ちょっとつまんないなと思ったら、あえてみんながいるところから離れて一人で好きなことやってみるとかですね、一人で何かやってみる、没頭してみるというところが出てますよ。そのようにしていく方も多いかも。ちょっと仲間から離れて一人になって自分の好きなことをやる、それが出てます。そこに幸せを見出すとか、そこに喜びを見出すってカードがね、ハーミット聖地で出てます。だから何か没頭するものを見つけられる方も多いかも。ハーミットもやっぱり人に求めるんじゃなくて自分に求めるカードなんですね。自分の中に素敵なものを見つけたよっていうカードでもあります。なので、何か好きなものとか、何でしょうね、ご自分の専門分野とか、それを追求していくのにものすごいいい時なんですね。好きなことにハマるっていうカードです。最終結果に出てます。だから人と交流するっていうよりかは、自分の好きなものに続行になるとか、自分の何か趣味なんでしょうね。これっていうものが見つかる方もいるかなと思うんですが、自分が好きなことにハマっていく、没頭していくっていうことで、今月はそこに幸せがある。そのようにもお伝えをしたいと思います。結構マニアックなカードなんですね。マニアックな楽しみとか見つけるかも。どっちにしても、自分がすごいハッピーだなとか楽しいなとか喜びっていうことをすごく探していらっしゃる感じがとてもカードに出ております。はい、そしてこちら今月の対策ということで出しました。ラバーズ逆位置なんですね。これラバーズ逆位置か。違和感を大事にする。やっぱり気持ちを、心を大事にする、自分の思いを大事にするっていうことを言われていまして、それから選択っていうのがやってくるのかもしれない。間違った選択しないでねって言ってくれてますよ。間違った選択をしないでね。それから違和感に気づくですね。なんか追求していく感じがすごくありますよ。違うと思ったことを選ばないだったりとか、この先にぴったりしたものに出会えるってあるんですね。なんで選択とか自分にとって何が一番いいかっていうことを考えさせられる時なのかもしれないですね。で、結果的にこんな素晴らしい未来を呼び込めるって出てますよ。この先自分にぴったりとしたものに出会える。心が喜ぶものに出会える。と出てます。その過程にいらっしゃるので、もしかしたらこれは違う、これはそうっていうふうに選択、より分けをしていく時なのかもしれない。そのようにもお伝えしたいと思います。だから選択大事にねって。あなたにとって
一番合うものは何ですかってこのカードが伝えてくれています。そこを追求していくのがいいと思います。さっきこちらで優柔不断って言いましたかね。なんか行動しづらかったり優柔不断になりがちっていうのもちょっと出ているので、こことなかなか似てるんですけどね。なんかだれたくなっちゃったりとか、なんか惰性でやりたくなっちゃうっていうところもあるのかもしれない。この先にこれすごい大事だな。すごいマッチングがあるんですよ。何回も言っちゃいますけど、素晴らしいマッチング、自分の心にぴったり合うものに出会えるので、そのためにこの今月っていうのはしっかり違和感を感じて選択していく、選択を間違わないでしていくっていう時、そうなのかなと伝えてくれてますよ。間違えないように選択をする。そして自分の好きを追求していく。そのようにお伝えしたいと思います。自分の好きに対して妥協しないってことですね。それが今月の大事なことになりそうです。では次ですね、オラクルカードを出していきます。お仕事活動面、それから愛情面、最後に今月のラストメッセージということで3回カードを出していきます。はい、では出していきましょう。愛情面。すぐ出ますね。そして、ラストメッセージはね、一番最後に出そうかな。はい、このように出ました。まずこちらです。お仕事。はい。ビーバースピリット、レイヤーソリッドファンデーション。なるほど、なるほど。はい。これは愛情面です。こちら、素敵なカード。タイムフォーディープダイブ。なるほど。なんだか先ほどのタロットカードのリーディングと結構リンクしてますね。はい、それから使っていくカードですが、この動物さんの方が、スピリットアニマルオラクルカードです。それから後で引きます。こちらがデイリークリスタルインスピレーションカード。はい、こちらを使っております。もしご興味ある方は概要欄にリンクを貼ってますので、よかったらご覧になってください。はい、それではカードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。まずこちらです。ビーバースピリット。かわいいですね。尻尾があるのかな。はい。で、こちらですが、6番ですね。現実から、現実にしていく。カードの意味合いとしては、これ基礎作りです。はい。今月基礎を確かに築くと出てますよ。基礎を確かに築く。他のタロットカードのね、他のカードから見てですね、ちょっとサボりたくなっちゃうっていうのがね、ちょいちょい出てたんですね。今あるものじゃなくて違う方にこう興味がいっちゃったりとか、なんかね集中できないとか、なんかサボりたいなっていう気持ちがちょいちょい出てました。そこからのことかもしれませんが、確実に基礎をしっかり作っていく時ですよっていうふうに伝えてくれてます。勤勉さとかそれが言われてますね。勤勉、サボらないっていうかね、なんかねちょっと上の空になりやすかったりとか、気持ちがあちこちに行きそうなところも感じられたんですが、あえてこのカードが伝えてくれてるんだと思います。はい、現実にしていくというこの6番という数字が出ていまして、はい、基礎を一つ一つ確かに築いていくことがあなたの望む現実を引き寄せますと伝えてくれてます。とても現実的なカードです。当たり前のことかもしれませんが、今回はこの当たり前と思えるようなことを大事にされてほしいなと思います。確実に一つ一つ基礎を作る、それが大事だって伝えてくれてますよ。なんか土台を作る時なのかもしれないですね。それから
今を大事にしてくださいっていうようなメッセージもお伝えしたと思うんですが、この6番も今なんですよね。今ここなんですよね。確実に現実的に着々とやっていくっていうことがこの時は一番必要だよって伝えてくれてます。はい。ビーバーってこう作るんですよね。うちをね。一つ一つ小さいものを木とかこの枝とかですね、葉っぱとか、その選び方、選び方も言われてますね。土台を作る時のその材料もちゃんと吟味しましょうということです。何か当てはめてくださったらなと思います。しっかりとしたいい材料でこう重ねていくことによって素敵なものが出来上がるっていうことなんですよね。だから妥協しない、さっき妥協しないって言いましたよね。違和感に気づくとか妥協しないってことが今月すごく大事ですっていうふうに伝えました。それとちょっとつながってきますが、材料を吟味してそれで作り上げていくっていうことが大事なんだよということをこのビーバーのスピリットが伝えてくれてます。お仕事名です。とっても現実的なことをね伝えてくれてました。はい、そして愛情面。はい、とっても綺麗ですね。華やかですね。ピンクのお花です。これスワンですね。スワンスピリット。タイムフォアディープダイブ。はい、さっきタロットカードのリーディングで内側を掘るとか自分の心の中掘ってみるって言いましたら、ほんとまんまそのままです。面白いですね。カードってこういうことがあります。割とこのリーディングっていうのはさっきタロットカードで出したことをこうまとめてくれるような内容がね多くなってます。はい。でも華やかですね。なんかこれご覧くださっている方、好きな方がいるっていう方多いんじゃないかなと思います。なんか愛情とか恋愛とか、なんか夢とかですね、ちょっとふわっとしたすごい美しいものっていうのを今回すごく双子座さんに感じます。なんでしょうね。なんか恋愛中の方もいるのかもしれません。これは深く味わっていく。そんな風に伝えたいと思います。深く味わっていく。その時を。ですね。そして愛情面なので様々なパターンでご覧くださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、パートナーいらっしゃる方、それからこれからっていう方、そしてご家族愛でね、ご覧くださっている方もいると思いますが、なんか深く味わっていくとき、いろんな感情を味わってくださいって伝えてくれてます。その感情を味わうっていうのは、このね、当たり前のように思うかもしれないんですが、すごいできない、今しかできないことなんですね。今の感情は今しか味わえなくて、例えば片思いだったりしたら、その片思いの感情って両思いになっちゃったら味わえないじゃないですか。で、ご家族愛でもその時々で変化していくものですから、今は今しか味わえない。だからその愛情を十分受け取って味わってって言ってくれてます。それがあなたの魅力を作り上げることになるんですよね。感情、いろんな経験をしていろんな感情を味わうっていうことがね、それが例えばいいことじゃなかったとしてもね、だけどその切なさっていうのかな、なんかそういうものもひっくるめて全部いろんなことを味わうっていうことで、その人生の深みにつながるし、あなたの魅力を形成することにつながってくるんですよ。それをすごく言ってくれてます。花が咲きますね、心の中で。いろんな感情を味わうということで、あなたの心に花が咲く。それはあなたの魅力につながりますと。結局はね、自分の充実っていうか自分の魅力に通じてしまうんですね、すべて。そのようにお伝えをしたいと思います。もうお相手探している方、もしかしたら片思いから始まるかもですが、その時間もすごい大事にしてほしいなと思います。とにかく愛情面でね、すごく素敵な感情を味わうことができます。はい。で、同じになりますが、その味わったことっていうことが花開いて、あなたの心を充実させて、あなたの人生の充実につながるし、魅力にもつながる。そのように今回伝えてくれてます。愛情面でなんかね、でも素敵なことがありそうですよ。そのようにお伝えをしたいと思います。それからお仕事、愛情、共通のメッセージをこちらで見てみたいと思います。ボトムです。はい。ウォンバットだ。ウォンバットスピリット。Be at home。なるほど。Be at home。内側にあります。はい。さっきも言いましたね。人っていうより自分の内側を見ていく。内側に幸せを見つけることができるって、まとめてくれています。お仕事でも愛情でもあなたの内側に目を向けていきましょうと。
伝えてくれてますよ。はい、ちょっと人が周りが気になっちゃうかもしれませんが、あえて内側を見る、内側に宝があると伝えてくれてます。あとお家の中も良さそうですね。ホームっていうことからつながりますが、外側、まさしくそのリアルに、外出して外で楽しむっていうより内に幸せがある、そのようにも伝えてくれています。内側の充実がすごい時のようですね、今月っていうのは。はい、こんなメッセージになりました。ちょっと面白いし、なんか素敵なことがありましたら、内側に素敵なものを見つけたっていう方はぜひコメント欄でシェアをお願いします。はい、じゃあね、最後です。今月10月双子座の皆さんのラストメッセージいきましょう。デイリークリスタルさんからいきましょうね。出ました。これですよ。はい、そしたらオープン。レピドライト。リコール your dreams。はい。リコールしてください。あなたの夢を。はい、夢を思い出すです。はい、こんな素敵なカードが来ました。やっぱり内面のことをすごく言われていて、そこに幸せがあるっていうことも言われていて、それで最後にあなたの夢を思い出してって来てますよ。素敵なカードですね。何か思い当たることあるでしょうか。あなたの夢を思い出して。これはすごく精神性の高い色でもあるし、深いんですよね。浅くないんですよ、今月。すごく深いところを味わえるし、深いところを生きていかれる。ね、それから、そうだな、リコール。先ほどなんか戻ってくるっていうことを望んでるというようにも出てましたしね。なんか素敵なものがね、あるのかもしれないですね。もう一つお伝えをすると、夜見る夢ですね。夢に何かヒントがあるかも。そうだ、夢ですね。それもお伝えしたいと思います。夢にヒントが出てくるかも。先ほどね、ムーンっていうカードが大きく出ておりましたが、そことなんだかすごいつながるんですよね。夜、夢、潜在意識。そんなキーワードがめちゃくちゃきますが、そう、夢という形であなたに何か教えてくれるものがありそう。それを受け取ってくださいと伝えてくれてます。夢がキーワードです。はい、以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。何回か見ていただけますと、また違ったメッセージが受け取れることがございますので、よかったらご覧になってください。コメント欄に今月のアウトプットをぜひしていってください。では。